皆様、お久しぶりでございます。ゆっくり歌劇団は、約3年ぶりに、ホームに戻ってまいりました。ホーム？まあ確かに君んちだね。いえ、追い出されてなくてよかったですね。そりゃちゃんと、家賃は払ってたからな。だけど私の部屋、長いこと帰ってなかったから、大家の物置にされてた。一応寝る場所はあったけどさ。私のところも変わってましたね。駅や車庫には、ICE4 とか、見慣れない近郊電車が増えてて、お互い戸惑ってました。僕のホームは、大して変わってなかったな。ウィーン中央駅は、床のガラスのひび割れが、順調に増えてたぐらい。そういえば、校内放送のチャイムも変わってたっけ？姉さん、ウィーンの事情話してますけど、もうあなた、オーストリア所属の編成っていないんでしょ？オーストリア鉄道にいた車両は、全部ドイツに戻されて余計なこと言わない。まあとにかく、思ったほど、大きく変わっていないな、というのが、第一印象でした。銀ちゃんのところを除けば、銀助の件は、残念だった。とりあえずそのことは、追ってお話しするとして、早速各地がどうなったのか、実際に訪れてみたいと思います。それでは、ハンブルクにいる、銀ちゃん、DD。はい、こんにちは。実物が何色になろうとも、この名前は継続。イタリアの銀様と、ドイツ鉄道に戻ってまいりました。ICE、DD です。私たちは、ドイツ北部の港湾都市、ハンブルクの中央駅にいます。2010年代から何度も訪れている駅ですが、ここも大きく変わった印象はありません。ドイツ鉄道は相変わらず、遅れとホームチェンジが頻発しています。それからさっき、ハンブルクまで移動するのに、客車の特急に乗っていたんですが、暑さで一部の車両のエアコンがやられて、蒸し風呂状態になってました。北欧に行く前に、動くサウナで、軽くいい汗かいちゃったね。ということで、これから私たちは、ドイツを出発して、デンマークの、コペンハーゲンへ渡ります。それは前にも、散々やったところじゃないかって。確かにそうなんだけど、なんかゆくりがデンマークに用事があるからそのついで。ってわけじゃなくて、実は私たち、2020年秋の、東北、北陸、四国の旅を最後に、長いこと遠征に出ていませんでした。だから、比較的治安が良くて、その土地を知っていて、ついでに涼しいところを、復帰第一弾に選んだんです。このネタは、散々やってるじゃないかって思った人は、ご存知だと思いますが、一応これから乗る路線のことを、簡単に説明しますね。今いるドイツは、ユーラシア大陸に属する国。それに対して、北のデンマークは、大小の島々で構成された、島国です。特に、首都のコペンハーゲンは、シェラン島、という大きな島にあるので、ここに行くには、必ず、海を渡らなければなりません。ところが、ドイツからコペンハーゲンへ行く最短ルートの途中には、トンネルも橋もかかってない海が存在していました。なのでここは、船に鉄道車両を積み込み、海上を移動する、今では珍しくなった方法で、海を渡っていたのです。しかし船を使った輸送は、時間がかかりますし、列車の長さ、重量に制限があり、効率的とは言えません。それに、海底トンネル、または、橋を架けることは、不可能な技術ではなくなっていたので、両国を隔てる海を、地続きにする計画が、長年検討されてきました。そして2019年、海底トンネルを建設する計画が承認され、実現に向けた動きが、ついに始まります。これに伴い、まずデンマーク側の港で、大掛かりな工事が始まるため、フェリーを用いた鉄道車両の輸送が、2019年末で終了。それまで、ハンブルクとコペンハーゲンの間を走っていた特急は、迂回ルートで、運行が継続されることになりました。実を言うと、ドイツとデンマークを結ぶルートは、もう一本あり、こちらはすでに、地続きになっているんです。だけど、ちょっと遠回りになって、時間がかかるから、昼間の特急列車では、使われていませんでした。ということで今回は、その迂回ルートを走る列車に乗って、コペンハーゲンに向かいます。新たなルートで運行する、コペンハーゲン行きの特急は、発車するホームの位置が、少しだけ変わっていました。ハンブルク中央駅は、南北に長いホームを備える、通り抜け構造の駅です。
全長400メートルにもなる、長い列車が、余裕を持って停車できるほか、短い編成なら、異なる方面の列車を、2本縦列停車させることも可能です。また、駅の南側の線路が、2つの方向に分かれていて、東側は、大きくターンして、北東方面へ、西側の線路は、ドイツ南部の各都市へ続いていきます。このうち、以前のコペンハーゲン駅は、北東方向へ走っていったので、東のホームの南側に停車していました。ところが現在のルートは、真北の方向へ走り出します。なので出発するホームが、同じ東側ながら、北側ゾーンに変化していたのでした。で、小ネタを話す間も、大きな荷物を持った人たちが、次々に車両へ乗り込んでいきますね。席は、前もって予約してあるので、座れなくなることはないんですけど、なんだか不安になっちゃったので、釣られて私たちも乗車しました。ハンブルクは、ドイツ北部で最大の都市。鉄道のターミナル、中央駅は、近郊列車から長距離の特急まで、様々な列車がひっきりなしに発着します。しかも、先ほどお話しした通り、線路の方面別に、ホームが細かく定められているために、一見広く、自由に列車を配置できそうな構内でも、使えるホームが限られているんです。ですから通常なら、長い時間駅に留まることが多い、始発列車でも、ハンブルクでは、発車時間ギリギリになってホームに滑り込み、待っているお客さんを乗せたら、すぐに出発してしまいます。私たちの列車も、車内が全然落ち着かないまま発車しましたね。通路には、まだ人が立っている状態で、ハンブルクの駅を後にしました。今回の取材をしたのは、2022年の7月です。気候が良く、夏休みシーズンに差し掛かった時期だったため、車内は満席で、デッキにも、お客さんが溢れていました。というのも、デンマークや、その先にある、スウェーデンは、夏の避暑地として人気の国です。って言っても最近は、気温が30度近くになる日もあるんですけどね。ドイツとデンマークを結ぶ交通手段は、ビジネス利用なら、飛行機一択ですけれど、時間に追われることのない旅行でしたら、ゆったり移動ができる、列車の旅も、選択肢になってきます。さらに鉄道は、大きく、重い荷物を持って乗車しても、追加料金を取られることがないので、長期の旅行をする人にとって、ありがたい存在なのです。この日、コペンハーゲン行きの特急に乗車したお客さんは、ほぼ全員が、大きなスーツケースを引いているか、バックパック姿でした。この特急、通常なら、座席予約を取る必要はありませんけど、7月から9月の初めあたりまでは、前もって予約しておかないと、車内で座る場所がない状態のようです。私たちも、予約しておいてよかったね。って言っておいてなんだけど、ごめん、帰りの予約、やってない。なんで、戻りの列車も混んでるから、予約してないと、多分座れないよ。なんか、ドイツ鉄道のアプリも、予約ページも、デンマーク国鉄のウェブサイトも、エラーが出て、予約できなかったんです。あ、それもしかしたら、もう満席で、受け付けてなかったのかも。ところで、帰りの指定席を予約しようとしたのって、いつ頃だった？おととい。そりゃダメだよ。この時期は、1ヶ月ぐらい前に予約しないと、すぐに席が埋まっちゃうの。ただでさえ IC3 お姉様は座席が少ないんだから。さてさて、今私たちは、ハンブルクを出発し、ドイツの北にある、ユトランド半島に向かって、北上しています。大きな地図で見ると、ドイツの上に、ちょっと突き出ている半島、と、思ってしまいますけど、実は、南北の長さが、400キロ以上にもなる、巨大な半島です。東はバルト海、西は北海となり、北のヨーロッパの海を隔てる存在でもあります。ドイツの領土は、半島の南側、4分の1、残りはデンマークの領土となっています。列車はここを北に向かってひたすら走り、国境を通過。その後、半島の中間程度の場所にある、コリング、という町で、東に向きを変えて、コペンハーゲンを目指します。デンマーク国内では、途中、童話作家、アンデルセンの生まれ故郷である、オーデンセなどに停車し、5時間近くかけて、人魚姫像のある、首都へたどり着きます。走行距離は、およそ、480キロです。鉄道輸送フェリーを用いていた、2019年までのルートから比べると、大幅に走行距離が増えていることになります。
担当する車両は、以前と変わらず、デンマーク国鉄の MF 型機動車、通称 IC33 でした。運転席の周りに、ゴム製のクッションをつけた、特徴的なお顔の車両です。このゴムは、まあ散々言ってるから知ってる人も多いでしょうけど、隣の車両同士をつなぐ、貫通ホロ。二つの編成を連結した時、互いの車両の先頭にある、ゴムの部分が密着することによって、側席の壁や床、天井を作り出します。そして、運転台を90度横に折り曲げると、瞬時に貫通路になってしまうんです。黒い部分は、単なるゴムの塊ではなく、タイヤのような空洞になっていて、圧縮空気を使って膨らませています。というのは、私たちの動画をご覧の方は、すでによくご存知だと思います。でも、ここからが新しい情報です。この部分、何度も連結したり、切り離したりして、劣化しないのと思ったりしませんか？でもご心配なく、頻繁に相手の車両と密着する、前方の部分は、厚く作って、耐久性を高めているんです。逆に、屋根や踏み板になる、側面部分は、比較的薄い構造です。こうすることで、ゴムや圧縮空気の弾力性が生き、つなぎ止める部品がなくても、隙間のない通路を生み出しているんです。しかし、いくら IC3 お姉様といえど、消耗品の経年劣化は避けられません。昼間の走行中は、ゴムの大敵である太陽の紫外線にさらされますし、連結した状態では、急カーブや分岐を曲がるとき、前後の車体が大きく左右にずれて、ゴムホロが擦れ合います。それに、ドイツもデンマークも、都市を抜けたら、自然豊かな森や平原が広がります。ここを走行しているとき、鳥などがぶつかって、ホロが損傷してしまうことも、よく起きているんですよ。だからといって、擦れて薄くなったり、穴が開いてしまった部分が、ほんの少しだけなのに、ゴムの部品を全部交換してしまうのは、時間がかかりますし不経済です。ですので、問題のある部分が小さいものであれば、丸いパッチを貼り付けて、応急修理をします。これって、自転車のタイヤ修理と同じなんですってね。簡単な対処法ですけど、耐久性は高く、そのまま何ヶ月も使っていて、問題ないそうです。劣化したゴムのホロは、規定以上にすり減ってしまうか、大掛かりな整備を行うときに、まとめて新品に交換します。なんて、特急運用の過酷さをお話ししてみましたが、外を見ると、優等列車らしからぬ、のんびりした速度で走行しています。IC33 の性能上の最高速度は時速180キロです。がドイツのハンブルクからデンマークのコリングまでの区間はカーブが多くて高い速度が出せません。国境を越えるまではだいたい120キロ前後での走行になります。さっきは前に他の列車がいるから70キロぐらいで走ってましたね。現在この特急はユートランド半島の根元付近を走行中です。北の海を隔てるようにそびえる巨大な半島は北海とバルト海を行き来する船舶にとって邪魔な存在でした。何しろ南北に400キロ、東西は一番幅のあるところで180キロ近くもある大きな半島を迂回することになりますから、単純に計算しただけでも1000キロ以上余計に航行することになってしまいます。その上、半島の東側には、大小の島々が100以上もあり、海は大きく荒れています。大きな船にとっては、航行がしづらく、小さな船は荒波に翻弄される危険な海でした。当然、ここをなんとか、ショートカットできないものだろうか、と、人々は考えます。こうしてできたのが、ユートランド半島の根元を横断する、キール運河です。その名の通り、半島の東側にある、ドイツの港町、キールから、西のエルベ川の河口を結ぶように作られました。このキール運河は、アメリカ大陸の東西を結ぶ、パナマ運河、ヨーロッパとアジア、中東を結ぶ、スエズ運河と並び、世界三大運河、と呼ばれているそうです。ゆっくりさんは、存在すら知らなかったんですけどね。あいつ、よく調べもしないから。ユートランド半島を横切る川や運河なんてものはない、キリとか言ってましたね。本当は立派な運河があるんですよ。キール運河の完成は19世紀末の1895年。全体の長さはおよそ100キロで、幅はだいたい100メートルで作られています。
この運河の完成によって、小型の船舶でも、早く、安全に、ユトランド半島の東西を行き来できるようになりました。現代の船たちは、通常なら、およそ6時間ほどで、運河を通過するみたいです。ただ、キール運河も、万能ではありません。途中に、水門、橋などがある関係で、水深や、船の長さ、高さに制限が設けられ、規定値を超える大型船は、通過ができないんです。運河を見ていると、頻繁に、ビルのようなコンテナ船が通りますけど、あれはきちんと、規定のサイズに収まった船なんですよ。ちなみに、日本最大の客船、飛鳥2も、全長、高さが大きすぎて、通過が不可能です。と、お話ししていたら、突然列車の前方に、大きな鉄橋が、見えてきました。あれは、レンツブルク高架橋といい、キール運河を縦断する、全長2400メートルの橋です。日本語の文献ですと、レンツブルク、鉄道橋、とも書かれています。ドイツ語では、鉄道、の文字はなく、高い場所に架けられた橋、となっています。なぜならここには以前、もう一つ、別の低い橋があったからです。最初、この場所に架けられていた鉄道橋は、船を通すとき、橋桁を川岸に避ける、可動橋でした。しかし、時代が進むにつれて、運河を通行する船、橋を渡る列車の両方が増加し、可動橋では、増え続ける双方の輸送に、追いつかなくなってしまいました。合わせて運河では、幅を広げる工事が開始されたため、思い切って、従来の橋を廃止。今までより高い場所に、新しく、固定式の橋を建設することにしました。これが、今日まで使われ続ける、レンツブルク高架橋です。新しく建設したといっても、この橋が完成したのは、1913年のこと。それ以来、2012年までの99年間、レンツブルク高架橋は、ドイツで一番長い鉄道橋として、君臨していました。全長が 2km を超える長さになったのは、ひとえに、高い場所に線路を通すためです。線路は、運河の遥か手前から、盛り土による勾配が始まり、途中から、鉄骨の橋へと切り替わります。と言っている間に、早速列車は坂を登っていますね。最初のうちはまだ、周囲が木々に囲まれているせいで、高度が上がっている実感はありません。ですが、盛り土区間が終わって、線路の下が鉄橋になると、急に見晴らしが良くなり、直後に運河を渡っていきます。水面から、橋桁の下部までの高さは、42メートル。だいたい、12階建てのビルに相当する高さを、列車は走行します。運河を渡り終えると、右側の窓に、90度交差する線路が見えてきました。今から列車は、再び地上に降りていきます。この時線路は、大きく右に一周しながら、高度を下げるんです。運河の北側は、レンツブルクの町があり、使える土地が少ないため、このような、面白い線形になりました。このループ線の役割は、以前スイスの旅でご紹介した、ブルージオ橋と同じですね。でも、円の大きさは、レイティッシュ鉄道の10倍以上。レンツブルクのループ線は、東西は 1.7 キロ、南北は800メートル以上の楕円形です。住宅街の周りを、ぐるっと一周し、この先にある、レンツブルク駅へと、列車は走ります。レンツブルク高架橋は、ドイツの歴史遺産に認定されるほどの、とても古い橋です。周囲は木々が生い茂っていて、小さな一軒家が立ち並ぶ、住宅街が形成されています。車内からの眺めでは、列車なんて、めったに通らない場所なのではないかと、想像してしまう場所です。でも実際は、その正反対。旅客列車だけでも、1時間に上下6本も走る上、
その合間に、北欧とヨーロッパ大陸を結ぶ貨物列車が、頻繁に通過する路線なんです。橋の周りを歩いていると、列車の車輪の音が、常に聞こえていました。レンツブルク高架橋には、もう一つ、面白い特徴があります。橋桁の部分を、直接通行するのは、鉄道車両だけなのですが、そこから下に目を移すと、水面に近いところに、線路と平行移動する、白いゴンドラが見えます。あれは、移動橋といって、自動車や歩行者を、対岸に渡す乗り物です。一見、ロープウェイのようですが、分類の上では、橋、とされています。ゴンドラは、橋桁から伸びる、12本のワイヤーロープで支えられ、2分ほどで、対岸に渡ることができます。またこれは、法律上、道路として区分される乗り物です。ここは一般道なので、自動車、自転車、歩行者は、すべて無料で乗ることができます。この移動橋は、朝の5時から23時まで、基本的に15分間隔で動いていますが、列車のような運行ダイヤはありません。なぜなら、運河を通る船舶の合間を見計らって、対岸に渡る乗り物ですので、動くタイミングは、通過する船次第なんです。船の通行量が多く、20分も渡れない時もあれば、すぐに折り返し出発をする場合もあります。レーダーが回転する上部の運転室に係員がいて、安全に渡れるタイミングになったら出発します。船舶が通過する合間に、水面近くを行き来する白いゴンドラは、レンツブルク高架橋の大きな特徴です。でも実は、最近になるまで、下の移動橋がない姿が、何年も続いていました。というのも、このゴンドラは、2022年から稼働し始めた、新しいものです。以前のゴンドラはというと、2016年1月の早朝、貨物船と衝突する事故を起こしてしまったのです。大きく損傷したゴンドラは、事故の調査と修理のために取り外されますが、残念なことに、修復不能と判断されていました。その後、安全対策を強化した新しいゴンドラを作ることが決定し、2020年に製造が開始されます。ところがタイミングが悪いことに、あのパンデミックのせいで、製造スケジュールがドイツ鉄道になってしまいます。何度も製造が止まり、テストは延期され、2022年3月になって、ようやく以前と同じ通常運転に戻ったのでした。ちょっといい？今の話って、対岸に渡る乗り物が何年も運休してたってことだよね。その間、運河を挟んだ地域の行き来は、どうしてたの？少し遠回りになるけど、近くにトンネルが2本。それと、渡し船があるから、大丈夫だったみたい。そもそもこの移動橋って、車は乗用車しか乗らないし、タイミングが悪いと長いこと渡れないから、今は補助的な存在なの。夏になると、周辺でキャンプをしてる人が、散策のついでに乗りに来ることもあるぐらいなんだけどね。さて、レンツブルク鉄道橋を渡った、コペンハーゲン行きの特急列車は、ドイツとデンマークの国境に近づこうとしています。次回は、平原と海を駆け抜け、妙に人が多くて混んでるコペンハーゲンに、たどり着く予定です。それでは、以前の復習が多かった、この動画はここまで。相変わらず、長い時間見てくださって、ありがとうございました。